Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Kolika Senshukan desu。 食いしん坊の皆さん、こんにちは。こんにちは。美味しいものを探して旅を続けるバッポとグリーンメシタビーズのチャンネルへようこそ。今回は北海道で私たちが知っている美味しいコロッケの中から特にお気に入りのお店を紹介します。それでは早速Let's get it started. 1. Kita Yojo Nishi 30 Tonkatsu Halala Ki。 西28丁目の老舗とんかつ屋さん。お昼はとってもお得なのってことで、原楽さんのとんかつは久しぶりです。つったって今回はとんかつじゃないの。とんかつは次回のお楽しみ。クリームコロッケ定食ってのはよくあるんだけれども、コロッケ定食ってのはあんまりないんですよね。とんかつ屋の暗黙のルール、ご飯キャベツ食べ放題って誰が決めたの？これいいルールよね。あんまりたくさん食べない我々にとってもありがたい。あ、最初のご飯の量少なめだしね。おかわりしたことないけど。そう、結構するは、ここのランチの串カツとコロッケって2つの1000円以下の定食にはコーヒーがついてくる代わり、ご飯とキャベツおかわりはなしよみたいです。とんかつと違ってわざと薄い衣の普通っぽい感じのコロッケでした。意外でしたね。とんかつ屋さんっぽい生パン粉じゃないんだ。そうなんだよ、意外だよね。そして味が結構ついてんだよね。ほぼソースなしで食べれる感じ。シチューっぽい味がしたね。割と惣菜っぽいコロッケでした。意外だね。いや、コロッケだからうまいんだけどね。コロッケはとんかつカレーライスとともに大正の三大洋食と呼ばれ、大正末期から昭和の初めにかけての洋食大衆化の中で都市部の日本人に広く普及したものなんだそうです。コロッケはフランス料理のクロケットから変化したものらしいんだけども、もともとのフランス料理のクロケットはクリームコロッケなんだよね。それを芋好きの日本人が変化させて現在のじゃがいもを潰して作るコロッケになったそうなんです。じゃがいもが好きなのはあーたでしょ。全日本人がじゃがいも好きみたいに言わないで。じゃがいも好きじゃないの？嫌いではないけど、じゃがいもの扱いは人参以上トマト以下くらいかな。じゃがいもよりトマト上なんだ。上。衝撃。じゃがいもそんな上？ 2. Otto Fuke Kamugi Bata K。 道の駅ガーデンスポ十勝川温泉のすぐそばにある畑の真ん中、農家さん直営のレストラン。意外なことにですよ、じゃがいも王国北海道なのにじゃがいもってなかなか日の目を浴びない日陰な存在なんですよね。なのでおいちゃん、コロッケがあるとどこにでも飛んでいって食べるんです。じゃがいも好きなもんでね。コロッケも好きなんです。グリーンの作ったコロッケが最高に美味しいんだけど。でしょうね。はい、こちら農家さんのコロッケ美味しかったですね。なんと幸運にも昨日収穫したというじゃがいものコロッケをいただくことができました。昨日収穫ってすんごい贅沢。それが美味しいのかどうかは知らんけど、まあ普通もぎたて掘りたてのじゃがいもは食べないもんね。生で食べないし。そういやそうね。コロッケも超美味しいんだけども、この豊かな野菜群が嬉しいですね。朝食って感じでしょ。野菜とスープだけでお腹いっぱいになりそう。そうなんだ。このスープ多分コンソメすら使ってないんじゃないかな。野菜の甘みだけって感じの超ナチュラルスープ。美味しそう。これいいですよ。外食ばかりの我々には砂漠のオアシス大久保佳代子みたいなお店だね。大久保佳代子いける。マジで。 3. Koot-chan Narita。 畑の真ん中にある結構新しい建物。目の前にはドドドドーンと羊蹄山。都会の人が憧れる北海道の醍醐味的立地にあるリッチなレストラン。着席してメニューを見て決めたら入り口横で注文して、先にお会計して番号札をもらう先払いシステム。パイセンの書き込みからコロッケ一押しであるということで迷いなし。今回はカツカレーには目もくれずコロッケ定食850円を注文。で後日カツカレーもやっつけたでしょ。そりゃそうさ。コロッケだけ定食ってなかなかないよね。そうなんだ。じゃがいも王国北海道だからね、専門店があってもいいくらいだと思うんだけどね。専門店？
コロッケの？そうさ、男爵、北あかり、メイクイン、東野、豊城、紅あかり、鞘あかね、ピルカ、アンデスレッド。アンデスレッド？聞いたことない。アンデスレッドってのがノージャン・シェルビー、シャドークイーン、インカの目覚め、シェリー。シェリー、俺はこだわり続け、こんなレッドムーン、スタールビー、デストロイヤー、タワラヨーデル。まだあんの？じゃがいもよう出るな。ねえ、黄金丸、シンシア、ココロール、ディンキー。スノーデン、北姫、北海黄金、ジョアンナと銘柄もこんなにあるさ。こんなにあんの？すごい数ね。よく覚えたね。いや、覚えれるわけないっしょこんだけじゃがいもがあんだからさ、コロッケだけじゃなくってね、ただ焼いてステーキにしただけでも美味しいと思うんだけどね。じゃがいものステーキ？そうさ、チーズ乗せたりサワークリームかけたりバター焼きとかね。あら、ステーキだろ、いやコロッケ最高した。もうサックサク、必要以上に味付けされてなくてナチュラルに芋って感じ。脂っこくなくていいわ。いいな。びっくりしたのはキャベツの量だぜ。山盛りじゃん。山盛りさ。そんだけで腹パンなりそう。腹パンパンさ。北海道はもっとコロッケやった方がいいと思う。賛成。4. Kita Niju Gojo Higashi 21 Karakuri Ko。 東区にあります。こちらは視聴者さんからおすすめいただいたお店。ランチがお得なの。これは美味しい予感です。お昼時にはママやマダム系でびっしり。飯旅図の経験上、こういうママやマダムが集まる系のお店は絶対的に美味しいんだ。そうね、多少高いお店でもママやマダムたちは集っちゃうから、美味しければ。サラリーマンズは安い定食食べてるんだけどね。この定食ご覧いただけますでしょうか。小鉢ゾロゾロみゾロゾロ、合わせてゾロゾロみゾロゾロ。これ東区で流行ってますって感じねえ。そして一つ一つがちゃんと美味しい。熱々で出てくるのがすごい。そうなんだよ。厨房を覗いたらごっつい兄さんが一人で作ってんだよね。びっくり。なのに丁寧な愛のある一皿一皿でさ、熱々のが出てくんだよね。多少時間はかかるけど、そりゃそうだ。この一盆のおかずを盛り付けるのにどんだけ手間がかかるか。それを昼時なら30人とか40人分やるんだよ。冷めた小鉢が乗っかってるんならまだしも。あら、ピザ屋さん？違う、熱々のが来ますからね。愛だね。愛があります。そうね、愛ね。愛よね。本当にこれはありがたいお店。美味しい、嬉しい、近所に欲しい。いろいろ美味しいんだけど、ではこのコロッケがお気に入り。嬉しいですね。たっぷりサイズのコロッケがさっくり上がってて、付け合わせだけでもご飯いけるレベルの小鉢が全部美味しい。ちゃんとドリップされたコーヒーまでついてくるんだからね。これランチだけかと思いきや夜もついてんだよね。2人以上の時は予約した方がいいみたいね。何組も入れなくて帰ってたもんね。え、こんな素晴らしい料理どうやって一人で作ってるんだろう。なんかからくりあんのかしら。からくり？からくりからくりもうからくりですか。そうきた。5. Asabu Michino Eki Asabu。 こちら北海道南西部檜山振興局南東部にございます。バッポ大好きメイクインの里アッサブ。そうなんです。高校時代は学校にも行かずよくこの辺をたむろしておりましたが。それは麻布でしょ。札幌市北区のここはアッサブ。あれ、そうなの？ややこやしい交差点のあるところじゃないの？違う。ここアッサブはなんとメイクイン発祥の地なんですね。そうなんです。じゃがいも大好きおじちゃんが特に好きな銘柄メイクイン。ゴツゴツとした男爵とは違い、楕円形のほっそりした形はその名とともにイギリスのエリザベス一世が後押しして広めたというだけあって、どこか気品が漂うお芋さんなんです。そのクイーンなの？ブブー。北海道檜山農事試作場で初めてメイクインが試作されたのは大正14年。
以来アッサブのメイクインは栽培指導者の全力を注ぐ改良増殖と厳格な非売管理によって今日の美味しいメイクインの品質が確立されたそうなんです。ありがとうですね。なるほど。でもなぜメイクイン5月の女王なの？エリザベス一世が5月生まれだから？なんでもヨーロッパで5月に行われていたお祭りで、村娘の中から選ばれる女王メイクイーンにちなんで名付けられたんだそう。そうなんだ。ブライアン・メイみたいだね。天文学者の？いや普通クイーンのって言うっしょ。天体物理学博士ってのは誰も知らないんでないかな。そうかな。さすがメイクイン王国アッサブですね。こちらのコロッケはやっぱりうまいんです。メイクインで作るんで美味しいに決まってるんですけど、美味しいコロッケだよね。ここを通過する際は必ずこのコロッケだね。海岸線をずっと走ると見逃しちゃうので気をつけてね。ねえ、ちょっと内側入ってっからね、ここ。今年スルーしちゃったもんね。そうなんだ。悔しいですだからね、映像を撮り直そうと思って行ったんだけどスルーしちゃったもんだから全然コロッケが映ってない絵しかないんですよね。あしからず。申し訳ございません。来年こそは撮り直してきます。はい。 6. Assimilation. Yunohana Asali Den. 札村自動車道アサリインターからすぐの立地で、札幌から車で40分程度、スキー帰りにも利用しやすい場所ね。井ノ原さん系列はこちらのアサリ店で完全制覇となりました飯旅。そっか、4軒あるもんね。小樽の手宮店、定山系の定山系店、江別の江別店、そしてアサリのアサリ店ね。あら、マクドナルド忘れてない？マクドナルドを日本に持ち込んだ藤田店の店は店じゃない店。そっか。湯の花系列さんはバラエティに富んだ浴槽がいいよね。寝湯が必ずあるし、打たせ湯、ジャグジーや蛇口がいっぱいある。そりゃ風呂だもの。蛇口はいっぱいある。いっぱい。数えるのが嫌になるぐらいあるねオートロウリュ時刻表がサウナの扉に貼ってあるのは初めて見ました。最初送迎バスの時刻表がなんでサウナに貼ってあるのかなと思ったらオートロウリュの時刻表だったんです。30分おきのね。サウナストーンはケルケスが入ってましたね。ケルケス？サウナの本場フィンランドで作られた人工のセラミック製サウナストーン。耐久性に優れて割れにくいんだって。石のくぼみに水分が溜まりやすくロウリュに最適な構造なんだそう。それで穴が開いてて可愛いんだ。サウナは12人、水風呂は8人サイズと、サウナ環境としては最低限といったところでしょうが、でも十分に空いてるから。雪見露天風呂がおつでございましたね。ああ、最高だね。7. Oasa. Donguli. 北海道ピザ選手権でもご紹介したどんぐりさん。ピザを食べに行った時に気になって食べてみたコロッケがすんげえ美味しかったんでね。パン屋さんだけどコロッケ屋のコロッケより美味しいと思った。ねえ、デパ地下のやつとか結構食べてみたんだけど微妙なやつが多くってさ。ねえ、帯広のパン屋さん麦音さんのも美味しいよね。ああ、美味しいね。ざっくりパン粉でカリッと揚がったコロッケ、粗めに潰された芋の食感がいいですね。味がつきすぎてなくってお芋さんの味もナチュラルに感じられて美味しいでございます。ソースなんかいりません？ねえ、こういうのがいいんだけどな。それがなかなかないのよね。そうなんだよ。なんでだべ。 8. Today's Katsu Curry. Manami Niju Nijo Nishi 13. Toshuan. 中央図書館の地下にある食堂。駐車場も無料なので使わない手はないわね。この手の食堂なので高望みはなしですよ。だけど視聴者さんから美味しいって情報いただきましたんでね。知りませんでした。立派な施設ですね。はい、これ民間だったら推定家賃30万ってとこでしょうか。30万？もっとかな。お店って家賃高いよね。札幌は人口や観光客の入り込み数で考えると割安と言えるかもだけどね、まだ。そうなんだ。Anyway、この後コロッケ定食も桑庭正宏だったんでカレーにコロッケ1個トッピングで我慢。あら、Today's Katsu Curry じゃないの？今回はコロッケ特集ってことで
まあサービスさ。それはサービスか？さあ10時半からってのはいいですね。結構お客さん来てます。正直ね、これはおすすめいただいたんですけどね。あらら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 ら。うまかったっすね。うん下手に気合の入ったこねくり回してる割にムムムなカレー屋さんのより全然好きっす。シャバめなんでなんぼでも食べなさる。3回ぐらいおかわりしたくなる。これこそがカレー。そう、それがカレーです。コロッケも80円ですよ1個。最高か。次回は絶対カツカレー食ったる。だね。視聴者さんタレコミありがとう。9. Nijuyonkun. Oshakuji de Kolo Pochi. 24件にございます。とってもコンビニエンスなランチショップ。はい、以前カツカレー食べに来た時にコロッケ定食あるのを認識しておりましてね、この日が来るのを首を長くして待っておりました。あら、めっちゃボリューミーなコロッケ。さすがポチさんね。でしょう。美味しいですね。ソースなしでいけちゃいます。これで十分。期待以上でもない、期待以下でもない。そうです。これがコロッケ定食なのであります。これだけで全然満足だけど、ここんちの場合食後にコーヒーまでついてくからね。はいはい。売る側的にもちょっと手間がかかるけど利益取りやすいいい商品だと思うんだけどね、コロッケって。そうだよね。北海道はじゃがいもいっぱいあるからね。あんま出ないのかな。ああ、そうなのかもね。北海道じゃがいも王国でしょ。ラーメンジンギスカン海鮮だけじゃなくってさ、北海道マストトライフードに Hokkaido must try じゃがいもってのはありだと思うんだけどな。通年観光客がどっかん来る北海道だからさ、どっか産地の地産地消レストランでさ。じゃがいもレストランで。そう成功イメージ湧かないと思うけど、でもスイスに素晴らしいじゃがいも料理専門レストランがあるから参考にするといいですよ。あ、ロスティー屋さんね。そうそう。でもそれ誰に呼びかけてんの？じゃがいも産地の町村。漠然としてる。ご当地グルメを無理っくり作るよりいいと思うけどね。確かに。10. Manami Niju Nijo Nishi 8. Bajino Yoshida. 1977年創業。市電東屯田通り駅から徒歩1分のところにあります老舗の定食屋さん。いや知りませんでしたね。焦げなところにめちゃめちゃ雰囲気醸し出してるいいお店があったなんて。じゃーん、見てください。見るからにお母さんの手作りコロッケって感じでしょ。まあそうですな。こりゃ粗めのじゃがいも、玉ねぎにひき肉と至ってシンプルなやつで美味しいんだ。揚げたて熱々、おじゃがの甘みも感じられる懐かしいコロッケ。たまりませんね。串カツも美味しいよ。豚バラ肉&玉ねぎが丸で、尾崎清彦と渡辺真知子のデュエットのようなコンビネーション。渋いですね。豪華ですね。何歌うのかな。ドゥドゥドゥリードゥディン。電化も目が飛んだ。違うか。ダメか。これに小鉢もついて700円は大満足。700円、そりゃあ誰も文句を言うまいでしょ。近所だったら週5は通っちゃう。しかも日曜の夜もちゃんと営業してくれてるのが嬉しい。そうなの。何が嬉しいって定食が充実してんの。鮭フライ定食、エビフライ定食にイカフライ定食、カツ丼ってのも気になってしょうがない。カツカレーもある？あるよ。よし。しかも安い。今回頼んだこの串カツコロッケ定食はいつもあるわけじゃないそうなのでね。あら、そうなの？ぜひレギュラーベンチ入りメニューにしていただきたいですね。ねえ、お店の奥にホワイトボードがあるのでそちらで確認してくださいね。はい。11. Odoli Nishi 25. Obensai Taraya. 地下鉄丸山公園駅からほど近い丸山の中心部にひっそりと存在するおばんざい屋さん。カウンター7席にテーブルが4席、20席弱のこじんまりとした可愛いお店ね。丸山マダムたちがランチに舌包みを売ってらっしゃる中に怪しいおっさんが一人潜入。怪しいね、思った。女性が一人でオペレーションしてらっしゃいます。お忙しですね。手伝いたくなります。あらま。6種類のシンプルなランチバリエーションに黒板にも単品が少々。やや高めのランチ設定ではございますが期待が高まります。さすがは丸山。
コロッケ定食が1250円ってはなかなかの丸山加減ね。はい、かなりエクスペンシブなコロッケ in my life でございますが、 Canali expensive na koloka in my life. 美味しければ何の問題もありません。そうなのよね。いくら安くてもまずいと腹立つのよね、無性に。そうなんだよ。1250円ですが、大満足のコロッケランチでしたね。小鉢の和え物とたっぷりのおからがめちゃめちゃ美味しくってさ、嬉しいですね、おから。おからいいね。なかなか食べる機会ないからね。あら、エビちゃん入ってる。そうなんだ。これクリームコロッケでね、一個一個にエビが入ってんだ。シンプルにベシャメルっぽいクリームコロッケでさ。ああ、いいわね。私も食べたい。この間食べたお店のクリームコロッケはだったから。ああ、はいはい、ひどかったねあれ。おかげでお蔵入りさ。高かったのに。ねえ、クリームコロッケが美味しくないなんて考えられへん。考えられへん。ここトラ屋さんのは大変美味しゅうございました。これは素晴らしいお店見つけましたよ。おまかせ定食食べてみたい。サバ味噌も。次回は2人で行きますよ。そうしませよ。いろいろ壁に作品が飾ってあってね、売ってんのかなこれ。永遠のイカってのが気に入ったんです。あら、イカしてる。 Jakaino Meshitabi wa. Gachi de mata tabathai. Sapporo, Shoga yaki te shok des. Otanoshimini. See you soon. ということで、ちょっとマニアックな今回コロッケ特集だったんですけど、はい、ちょっとまだね納得できてないんですよね、おいちゃん的に。もうちょっと美味しいコロッケ探したいなと、まだちょっと模索中というが絶対数が少ないんだよね、コロッケ定食やってるお店自体がね。そうだね、本当に少ない。なんで手もかかるから。手間っちゃ手間。保存、まあ居酒屋とかだったら夜のさメニューで出してるからね、それを出してくれりゃいいと思うんだけど、なかなかないの。美味しいコロッケ定食ご存知の方、ぜひ情報お待ちしております。よろしくお願いします。コロッケというどっちかっていうとモノマネタレントの方を思い出しちゃうでしょ、日本人の。コロッケイコール。古いな、芸歴何年だ。わかんない。そういえばコロッケがコロッケ屋さんやってたよね。確かどっかで。それは調べてぜひ行かねえとな。まずやってるかな。モノマネタレントではやっぱり最近の人の方がすごいですね。クオリティがすごすぎるね。似すぎてるのがすごいよね、なんであんなにいろんな声が出せるのかが不思議でしょうがない。わかんない。だってこの声なんてさ、風邪ひいた時しか出ないじゃんか。うちのグリーンさんは、ね、時々天然でユウのモノマネとあと伊藤麻子のモノマネが得意ですけど、ここでは時々西田敏行が出てくるけどね。映画ちゃんとね。映画ちゃんと皆さんモノマネ鉄板ネタございますか？できる人がすごいな。ケンケンしかできない。あなた今あれじゃないですか、鼻声だから黒柳徹子できるんじゃないですか。徹子様でございますか？どうも皆様こんばんは、黒柳徹子でございます。ダメか。そう頑張ったのに。結構。ってことで2作連続風邪っ引きのグリーンの音声お送りしました。お聞き苦しくってごめんなさい。申し訳ございません。絶賛鼻詰まり中でございます。熱は下がったんだけどね、ちょっとしつこそうですね。1ヶ月かかる。皆さんもお気をつけください。